再現性ありファクトリオスペースエイジを攻略。今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾、誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。ロケット打ち上げまで早くても8時間が必要です。長編シリーズものの動画になりますので、ぜひチャンネル登録と通知をオンにして続編をお待ちください。チャプター1、マップ作成。まず最初にやるのはマップ作成です。プレビューボタンをクリックすることで好みのマップを作成することができます。プレビュー画面が開いたら右上部分の乱数のシード値というボタンをクリックしましょう。クリックするたびにマップが生成されます。今回はあらかじめ用意しておいたマップコードを利用します。このマップの生成によってゲームクリアの難易度が大きく変わります。私は最初に表示されるマップに鉄鉱石、銅鉱石、石炭の大きな鉱脈があるか、十分な数の油精があるか、ウラン鉱脈があるかを確認しています。バイターの巣はある程度距離が離れていればたくさんあっても問題ありません。邪魔なバイターの巣はガンタレットなどで破壊してしまいます。今回選んだマップは鉱脈がたくさんありますし、バイターの巣も少ないので比較的遊びやすいマップだと思います。チャプター2、鉄板と銅板の最初の生産。好みのマップが作成できたら右下の開始ボタンを押してゲームスタートです。まずは不時着したロケットに積載されている通常弾薬と鉄板を回収します。コントロールキーを押しながら左クリックで簡単に回収できます。材料を回収したらマップを開き、巨大な岩と大きな岩を探します。マップで見つけた巨大な岩と大きな岩を右クリックで砕いて石と石炭をたくさん集めます。石がたくさん集まったら石の炉を作れるだけ作ります。シフトを押しながら左クリックで全ての材料を使って生産できます。石の炉が出来上がったら鉄鉱石の鉱脈に移動して鉄板の生産に取り掛かります。燃料式掘削機と石の炉をこんな感じで隣り合わせに設置して石炭を投入すると燃料式掘削機が鉄鉱石を掘削し、石の炉が鉄鉱石を鉄板にしてくれます。 G キーを使えば石炭を1個ずつ投入できます。ちなみに燃料式掘削機と石の炉には2対1の割合で石炭を投入するとちょうどいいです。ある程度生産が進んだら石の炉から出来上がった鉄板を回収した鉄板を使って燃料式掘削機を作ります。出来上がった燃料式掘削機と石の炉を設置して石炭を投入、鉄板の生産量を増やします。あとはこれを繰り返してたくさんの燃料式掘削機を作ります。鉄板については一旦全部で8組の燃料式掘削機と石の炉で生産することにします。燃料式掘削機がある程度できたら石炭の採掘を始めます。石炭の鉱脈に移動して燃料式掘削機をこんな感じで並べます。石炭を投入すると採掘が始まります。燃料式掘削機をぐるっと囲むように設置をしているので、燃料式掘削機が採掘した石炭が隣の燃料式掘削機に自動で投入されます。いちいち石炭を投入しなくてもいいので便利です。ある程度採掘ができたら石炭を回収して石炭がなくなってしまった石の炉と燃料式掘削機に補充しておきます。最後は銅板の生産です。銅鉱脈に移動して燃料式掘削機と石の炉を8台設置。燃料式掘削機と石の炉に石炭を投入すれば銅板の生産が始まります。チャプター3、蒸気機関による発電の開始。銅板の生産が始まったら蒸気機関による発電所を作ります。まずはボイラー8台、蒸気機関16台と組み上げポンプ1台を作成します。またパイプも50個ほど作っておきます。完成を待つ間に小型電柱の材料となる木をたくさん伐採しておきましょう。木の伐採が終わったら小型電柱をたくさん作ります。ロケット打ち上げまでに大量に設置するので余ることはありません。発電所を作るため水辺に移動します。まず
汲み上げポンプを水辺に設置。次にボイラー8台を横に並べて汲み上げポンプとパイプでつなぎます。蒸気機関はボイラーと隣接するように並べて、ボイラーとボイラーの間はパイプでつなぎます。ちなみにボイラーと蒸気機関のベストバランスは1対2です。最後に小型電柱を設置してボイラーに石炭を投入すれば発電所の完成です。チャプター4、組み立て機のアンロック。発電所が整ったら最初のサイエンスパック、自動化サイエンスパックによる研究を行います。まずは研究所を2つ作成します。研究所を製造している間に小型電柱を発電所から拠点に引き込みます。研究所の生産が終わったら自動化サイエンスパック10個を生産。研究所を設置するとテクノロジーツリーが開くので自動化技術をクリックします。自動化サイエンスパックを研究所に投入すると研究が始まります。しばらく待つと自動化技術がアンロック、組み立て機を作れるようになります。チャプター5、赤サイエンスパックによる研究。自動化技術をアンロックしたら赤サイエンスパックの生産拠点を作ります。まず組み立て機、研究所とインサーターをそれぞれ8台作ってこんな感じにレイアウト。組み立て機には鉄の歯車をレシピ設定します。シフトを押しながら右クリックでレシピをコピー、シフトを押しながら左クリックでレシピを貼り付けできます。レシピ設定できたら鉄板を100個ずつ投入、鉄の歯車が出来上がるのを待ちます。コントロールを押しながら C キーを押してコピーアイコンが出たら組み立て機全部をシフトを押しながら選択、パラメータ化をクリックしてパラメータを鉄の歯車から自動化サイエンスパックに変更して確認をクリック、建設計画を作成をクリックして組み立て機に貼り付けします。銅板をシフトを押しながら右クリックで組み立て機にそれぞれ50枚投入すると赤サイエンスパックの生産が始まり、インサーターで研究所に自動投入されます。 T キーを押してテクノロジーツリーを開き、電動掘削機、ガンタレット、リペアキット、レーダーなど順次研究を進めていきましょう。チャプター6、電動掘削機による自動精錬ライン。赤サイエンスパックによる研究で電動掘削機をアンロックしたら電動掘削機による精錬ラインを作りましょう。電動掘削機の掘削スピードは燃料式掘削機の2倍ですが汚染は半分以下なのでエコです。まず小型電柱をこんな感じに並べて搬送ベルトを敷きます。そして搬送ベルトを上下に挟むように電動掘削機を15台並べます。次に石ノロを搬送ベルトを挟んで上下に24台並べます。また石ノロと搬送ベルトはインサーターでつなぎます。小型電柱で通電するのも忘れずに。最後に石炭を燃料式掘削機に回収しに行って石ノロにくべれば完成です。100枚になるまで鉄板を自動で生産し続けてくれます。ちなみに電動掘削機と石ノロのベストバランスは15対24、すなわち5対8です。今日はここまで。今回の動画でお知らせした小技はショート動画で解説しています。この画面のリンクよりぜひご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。こんなやり方があるよ、こんな解説が欲しいなどぜひコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。ぜひ通知をオンにしてお待ちください。皆さんも試してみてね。